2022年12月13日に、グループの長男であるジンが、陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊に入所しました。今回は、ジンの近況、助教兵として再スタート。どんなところ？現在の様子は？をお届けします。基礎軍事訓練を無事終えたジンの次なるステージは助教兵。ジンは、一体、助教として、どんな兵役義務を果たすことになるのでしょうか。助教の仕事内容とともに、修了式でのジンの様子も調査しまとめてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。ジンが軍事訓練終了。BTS の最年長であるジンは、メンバーの先陣を切って入隊しました。ジンが入所したのは、キョンギ道ヨンチョンにある陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊で、軍事境界線にほど近い場所。そこで5週間にわたり、軍人としての心構え、基本的な武器、ライフル、手榴弾などの使い方、移動の行動様式などの基礎軍事訓練を受けたジン。そして、無事2023年1月18日に基礎軍事訓練が終了し、久しぶりにファンの前へ姿を現しました。ファンコミュニティサイトウィバースへ楽しく元気に生活しています。軍隊の許可を得て写真を1枚あげます。アーミーたちもいつも幸せに元気に過ごしてくださいとのコメントとともに凛々しい軍服姿を披露。久しぶりにジンの姿を見たファンたちは軍服を着ていても変わらないジン君、軍服姿もかっこいい。軍服姿のジン君は凛々しくて勇ましく思うよと彼のことを誇りに思っているようでした。修了式の様子。2022年1月18日に第5師団新兵教育大隊で開かれた新兵教育修了式に出席したジン。修了式に出席した人々の目撃談によると、ジンは力強い声と姿勢で現場にいた人々の注目を集めていたそうです。なんと、ジンは指揮者に選ばれ、訓練兵の前に立ち、リーダーシップを発揮していました。左腕を曲げた上に台本を立てて、館内に響き渡るほどの大きな声で号令をかけていたジン。静まり返った会場で、出席者からの注目が集まる中、大役を立派に果たしていました。BTS として活動していた時に聞いてたジンの声とは違い、低めでたくましい声のジンはとてもかっこよかったですよね。今まで見たことのないようなジンの姿に、ジンくんの声久しぶりに聞いた。さすが私たちの長男。修了式のジンくん凛々しいな。よく通る声だね、と、様々な反応が世界中から寄せられました。また、写真撮影の際に、ジンは一番前の中央寄りに位置しており、なんと、横には幹部の方が、凛々しい顔でポーズを決め、マスクをしていても、ジンのハンサムが溢れていました。修了式が終わると、家族と写真を撮ったり、午後6時半まで外出も許されます。5週間の慣れない基礎軍事訓練を終えたジンの束の間の休養となりました。しかも、そんな貴重な時間にも、ウィバースへ写真を投稿するなど、ファンの私たちを大切に思ってくれているジン。彼の誠実さを感じることができるエピソードでした。助教兵として再スタート。どんなところ？ 2023 年1月18日に基礎軍事訓練を終えたジンは、翌日の19日から新兵を指導する助教として兵役義務を果たします。助教は、訓練時の成績優秀者から選ばれることが多いと言われていますが、韓国メディアは、ジンが助教に志願し、面接などの評価で優秀な成績を収め、最終的に選抜されたと報道。ジンは、訓練中に、同期生の推薦で仲間を率いる中隊長に選ばれるなど、リーダー的存在だったようです。BTS メンバーとして、
6人の弟たちの面倒を見てきたジンのリーダーシップが発揮されたのでしょうね。ジンが務める助教は教官の補佐役となり、新兵の基礎軍事訓練や教育を担当する役割であるとのこと。いわゆる訓練兵のお世話係で、教育や訓練の準備、備品の配布から食事の配膳まで、その仕事は多岐にわたります。そして、何といっても、訓練兵に模範を示す存在にならないといけないので、時には威厳を示すために、怖い役割を演じる必要があるとのこと。兵役経験がある人の助教のイメージといえば、帽子を目深にかぶって折り目や表情がわからない、笑顔は見せない、いつも怒り気味で強い口調など、とにかく怖かったと言われています。助教として活躍した芸能人は、チョン・ジョンミョンやユスンホ、同じアイドル界なら 2PM のテギョンも務めていました。また、俳優のチュオンは、新兵教育隊で助教を務めた際、ビッグバンの G ドラゴンが入隊してきたという話は有名ですよね。訓練中の助教は鬼のように怖いと言われる立場ですが、プライベートの時間は良き仲間として過ごし、友情が深まることもあるといいます。いつも優しく、グループのムードメーカー的存在であるジンが、怖いと言われる助教を務めるイメージが湧きません。しかし、ジンは真面目で自分に厳しい一面を持っています。そんな彼だからこそ、助教という難しい立場を全うしてくれることでしょう。他のメンバーも順次兵役へ。韓国のすべての国民男性は、国防の義務で兵役に就かなくてはいけません。18歳になった韓国男性は、心身の条件の水準を満たす人は、入隊の対象となり、基本的に1年6ヶ月間現役兵として、28歳までに徴兵され入隊することになります。もちろん、BTS メンバーたちも例外ではなく、長男のジンが、2022年12月13日に入隊。そんな中、ファンたちが一番気になっているのが、次に兵役に就くメンバーは誰なのかということですよね。残念ながら、2023年1月現在、次に兵役へ行くメンバーは発表されてません。BTS メンバーのほとんどが、兵役法改正案により、満30歳まで入隊が延期されています。2020年頃から韓国国内で BTS の兵役を免除する動きもありましたが、特例免除は適用されず、そして2022年10月17日に BTS の所属事務所HYBEから BTS が兵役義務を履行するための具体的な準備に着手したことをお知らせすると公式に発表されたのです。ジンの次に入隊するのは年齢的にシュガだと予想されていますが、兵役判定検査を受けた結果、社会服務要員の判定になったと報道されました。しかし、まだ兵役代替服務に就く可能性が高いというだけで、配属先が決まったわけではありません。また、1994年生まれの J-HOPE と RM は28歳ということもあり、陸軍へ現役入隊する可能性が高いとのこと。マンネラインのジミン・テテ・ジョングクは年齢的にまだ余裕があるので、陸軍以外の部隊へ志願することができます。一般的に入隊は28歳までの期限になるので、マンネのジョングクは2025年内に兵役に就かなければなりません。しかし、BTS は2025年に活動再開を目指しているということもあり、遅くても2024年の初め頃には入隊すると考えられますよね。BTS メンバー全員が2023年中に入隊する以降、空白期間は最低6ヶ月間に、グループ最年少のジョングクの入隊期限は2027年9月末ですが、
2025年の活動再開を目指す方針で残るメンバー全員が来年中に入隊する意向を持っているそうです。空白期間は最低6ヶ月間になる計算です。2025年までグループ活動が休止となると寂しい気もしますが、2022年よりソロ活動が活発になっている BTS。ソロアルバムリリースやその他コンテンツがたくさん用意されていると思います。それらを楽しみながら過ごしていると、メンバーの除隊まであっという間に過ぎているのではないでしょうか。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回は助教兵として再スタートしたジンの兵役についてご紹介しました。部隊の代表として修了式で凛々しい姿を見せてくれたジン。きっと助教としても兵役義務を立派に果たしてくれることでしょう。これから他のメンバーも順次入隊していくことが予想されます。BTS は完全体カムバックを2025年を予定しているとのことなので、それまで応援して待っていましょうね。